皆さんこんにちは、五戸美希です。3週連続就活の面接対策第3回ラストですね。今回は用意した回答の話し方をお伝えしていきます。就活の面接といえば丸暗記しないと不安です。棒読みになってしまいます。用意していない質問に答えられません。こういったお悩みご相談は本当によくいただきますね。なので、今回は丸暗記はなぜダメなのかということと、丸暗記しない方法をお伝えしていきます。スピーチトレーニング。それでは丸暗記がなぜダメなのかということをまずお伝えしていきます。これ大学受験で面接があった方は回答の丸暗記を頑張ったという方かなりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、大学受験の場合は高校生に話し方の良し悪しまで求めないということは多々ありますね。これが就活になりますとビジネスの始まりですから、ビジネスシーンで活躍できるかどうかという観点だと丸暗記、朗読、それだけでちょっと評価を落としてしまうというのが一つの理由ですね。それに面接官としてはやっぱり朗読されると困っちゃいますね。次何聞こうかなってなってしまいますね。エントリーシートの暗唱をされるというのが一番きついですね。はい、その自分が面接官だったらエントリーシートのエピソードと同じ話をするのはいいんですね。それを丸々そのまま言うっていうのは面接官に話しかけてないですね。実例でいきましょう。この3週連続講座の第1回で紹介しました学生時代力を入れたことは何ですかの、回答ダンスサークル、この話エントリーシートの場合だとこんな感じになりますね。私が学生時代力を入れたことはダンスサークルでの活動です。中でも細かく確認することに力を入れました。全体練習でビデオを撮り、帰宅後に必ず録画を見返すことにしています。振り付けや立ち位置で自分がずれているところがないか細かく確認し、自宅の鏡の前で何度も練習しました。これはエントリーシートの場合ですね。では面接の場合、学生時代力を入れたことは何ですかと聞かれました。そしたらこうなりますね。ダンスサークルでの活動なんですけれども、中でも確認するということに力を入れました。サークルは全体練習の時に映像を撮ることになっていまして、それを LINE グループで共有しているんですけれども、私はそれを必ず見返すということに決めていて、見ると気づくことが多くてですね、自分の振りのズレとか立ち位置のズレとか気づけるのもありまして、必ず見て細かく確認してまた練習するということをしていました。こういうふうになればですね、ちゃんと質問に答えてくれてるなという感じになりますので、そもそもなんでダンスサークルに入ろうと思ったんですかみたいな深掘り質問をしてもらいますね。敬語の良し悪しとか、デスマスが間違ってるかどうかとか、もうそういったことは気にせずにちゃんと話しかける、面接官の質問に回答をする、この意識とても大事ですね。スピーチトレーニング。それでは丸暗記しない方法をお伝えしていきます。まず話すエピソードを決めるというのはこれまでお伝えしてきた通りですけれども、エピソードを決めたら一言一句作らない、箇条書きで内容を整理していくというのがおすすめですね。先ほどのダンスサークルの話だったらこんな箇条書きができると思います。ダンスサークルでの活動です。中でも確認に力を入れてきまして、全体練習でビデオを撮るんですけれども、それ必ず見返すようにしていまして、見ると気づくんですよね。自分の振りのズレとか立ち位置とか。なので見てまた練習するということをしてきました。このぐらいの箇条書きでいいですし、これだとちょっと足りないなという場合は一回やってみて足していく。でまた喋ってみるということができますね。そもそも箇条書きじゃ厳しいぞという方もいらっしゃるかと思います。そんな皆さんにおすすめなのは一言一句作ってもいいので、一言一句作るときに話し言葉で作るというのがおすすめですね。話し言葉とはというのをここで話すと長くなりますので、別の動画でまとめていますのでこちらで見ていただきたいんですけれども、話し言葉で回答を考える。で話し言葉で作った原稿を丸暗記してしまうと元の木阿弥になってしまうという、その朗読になってしまうってなると丸暗記とあまり変わらなくなってしまいますので、おすすめはですね、話しかける相手を決めて
その人に向けて話す練習をするというのがおすすめですね。誰か一人敬語で話す間柄の人で話しかけやすい人、そういった人を一人思い浮かべてください。でその人の写真を用意してパソコンに貼るんですね。でズームを立ち上げる。例えばその話しかけやすい人が先輩 A さんだとします。 A さんの写真を貼る。 A さんとオンラインで話しているつもりになって、学生時代力を入れたことはあるって聞かれたつもりになって、私ダンスサークルでの活動を頑張ってきたんですけど、こういうふうにですね、話しかける練習というのをすることができますね。面接官というのは大抵が初対面ですね。そして年が離れている場合多いですね。そうするとちゃんと話さないといけない、きちんと話さないといけない、間違っちゃいけない、そういうふうに考えてしまう。そうすると話しかけるじゃなくて頭の中で作文作って読み上げるというこのね、朗読をしてしまいがちなので、話しかける、この人に話しかけるという練習、とてもおすすめです。スピーチトレーニングということで、この YouTube で就活の面接対策3週にわたってお届けしてきました。五戸美希のスピーチトレーニングオンラインサロンやっておりまして、学生さん院生さん向けには学割プランご用意しています。よかったらプラン一覧をチェックしてください。他にも個別レッスンもやっていますし、動画教材もあります。メルマガも配信しています。ぜひチェックしてください。ということで、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。